ねえねえ、スサくん。人ってよくやる気があるとか、やる気が出ないとか言ってるよね。確かに、そんなこと言ってる印象があるな。そのやる気って、何のことだかわかる？博士も言ってたけど、いまいちわかんなかったんだぜ。もしかしたら、やる気って、心理学では動機づけのことを指すんじゃないかしら？動機づけ？モチベーションのこと？そう。有比較の心理学辞典によると、モチベーションの日本語訳が動機づけみたい。博士は、やる気が大事って言ってたから、動機づけがわかれば、人の心に近づけるかもしれない。そう思って、動機づけについて調べてみたわ。さすが、アマちゃん。動機づけって一体何だったんだぜ？レッスン1、動機づけとは？最初に知っておいてほしいのは、動機づけはいろんな立場からいろんな説明がなされてるってこと。いろんな立場？スサ君が説明してくれた認知的不協和理論は、認知的整合性理論の中にある理論だったよね。そうだったな。それと同じではないけど、似た感じで、動機づけにはいろんな理論が存在してるみたい。有比較の心理学辞典には、動機づけ概念の捉え方は、各研究パラダイムによって異なり、確定的なものではない。そう説明されてるわ。動機づけもなかなかややこしいんだぜ。そうみたい。で、動機づけの概念はどう説明されてるんだぜ？行動の理由を考えるときに用いられる大概念であり、行動を一定の方向に向けて正規させ、持続させる過程や機能の全般を指す。有比較の心理学辞典には、そう書いてあったわ。大概念ってことは、動機づけは大きな枠組みで捉える感じかな？多分、そういうことだと思う。有比較の心理学には、動機づけは人の内部から湧き起こる動因と、人の外部にある誘因のいずれか、または両方によって引き起こされると言えると書いてあるわ。動機づけって概念の中に、動因とか誘因があるってことだな。ところで、動因と誘因って何なんだぜ？有比較の心理学に書いてある説明を引用するわね。人の内部にあって、人の行動を引き起こすものを欲求ニード、または動因ドライブという。具体的には？空腹で何かを食べたいとか、寝たいとか、そういうもののことみたい。なるほど。じゃあ、誘因は？外部からその人の行動を誘発する要因を誘因、インセンティブというと書いてある。外部からってことは、ご褒美とか、そういうものが誘因？そういうことみたいね。有比較の心理学辞典では、動因と誘因が一緒に説明されているわ。行動が正規するために必要な内的状態が動因、外的条件が誘因である。行動の正規に両者は共に必要であり、総称して動機という。状態と条件って言葉が、その意味をよく表してるんじゃないかしら。その時にその人がどんな状態かが動因に関係して、その人の外側にどんな条件が揃ってるかが誘因に関係してるってことだな。そうだと思う。例えば、空腹は動因で、好きな食べ物があるというのは誘因ってことなんじゃないかな。そう考えるとわかりやすい。空腹って動因があったとしても、石ころでは誘因にならないから、食べることの動機づけにはならない。私たちロボットなら、エネルギー不足という動因があっても、ステーキは摂取することの誘因にはならないって感じかしら？そっちの方がわかりやすいな。ただ、用語の使い方が定まってないような気もするのよね。どういうこと？有比較アルマの初めて出会う心理学には、行動を引き起こす内的な推進力は、動機、あるいは欲求、要求と呼ばれますって書いてあるわ。内的な推進力ってことは、有比較の心理学辞典にある内的状態ってことだよな？そういうことになるわね。心理学辞典だと内的なものが動因で、外的なものと合わせて動機。でも、初めて出会う心理学では、内的なものが動機。そうなのよね。ちなみに、初めて出会う心理学では、外的なものについて、次のように説明されてるわ。接触行動における食物のように、行動の対象となるものは、誘因、あるいは目標と呼ばれます。外的なものについては、同じ誘因が使われてるんだな。内的なものは、動因と動機が使われてるけど、もしかしたら翻訳の問題なのかしら？そうなのかもしれないな。よくわからないから、有比較の心理学と心理学辞典で使われてる動因と誘因で統一しようと思う。レッスン2、マズローの欲求階層説。動因、欲求は、生理的なものと、心理社会的なものに分けられるそうよ。生理的なものは一時的欲求、心理社会的なものは二次的欲求って呼ばれるみたい。一時的欲求は、空腹とかそういう感じのもの？そうね。有比較の心理学では、飢えや渇きによるものや、睡眠、排泄などが生理的欲求とされてるわ。アメリカの心理学者、マズローは、その欲求を分類して、欲求階層説を提唱したみたい。欲求階層説？
海藻を食べたくなるのは食欲だから、生理的欲求ね。おう。生理的欲求は最も基本的な欲求で、その上に、安全欲求、所属と愛情欲求、自尊欲求、自己実現欲求という順番に、階層的になってるというのが、欲求階層説。下の階層にある欲求が満たされると、上の階層にある欲求が生じると考えられてるそうよ。生理的欲求が満たされないと、安全欲求が生じない？空腹だと安全な状態になりたいと思わないっていうのは、ちょっと変な気がするんだぜ。そうなのよね。ただ、有比較の心理学辞典によると、下位の欲求が部分的にでも満たされたら、上位の欲求が生じるらしいから、優先順位の問題って感じなのかもしれない。空腹で命に関わる状態なら、安全よりも食べ物を手に入れようとする感じかな？そうだと思う。わかるけど、納得しきれない感じがするぜ。人の心がそんなに単純だったら、博士がプログラムできたんじゃないか？そうなのよね。欲求を階層にして、満足度を数値化すれば、あとは基準値を決めたら完成だものね。博士を見てると、条件が同じだとしても人は常に同じ選択をするわけじゃなさそうだから、基準値を確率的にばらつかせたら、欲求に関するプログラムは作れそうな気がするぜ。多分、欲求階層説では人の欲求を説明しきれないんじゃないかしら？欲求階層説には批判もあるみたいだし。どんな批判なんだぜ？それがよくわからなかったのよね。批判があるって情報は見つけられたけど、ここで説明できるほどの情報は見つけられなかった。残念。何かわかったら、また教えるね。そうしてくれると助かる。話は戻るけど、有比較の心理学には、次のような分類も書いてあったわ。この欲求階層説では、一番下の生理的欲求が一時的欲求で、それより上が二次的欲求。ふむふむ。下の4階層が欠乏欲求で、一番上が成長欲求と呼ばれるそうよ。その分類もマズローがしたんだぜ。有比較の心理学辞典によると、欠乏欲求については、マズローが名付けたと書いてあったわ。でも、有比較の心理学だと、呼ばれる、という表現で、誰が名付けたかは書いてなかった。ちょっと曖昧な感じになってるところもあるんだな。さらに言うと、有比較の心理学辞典には、成長欲求とは書いてなくて、欠乏欲求が全て充足されると、最高、第5層にある工事欲求、すなわち自己実現欲求が生じる、と書いてあるのよね。誰が何を言ったかということについては曖昧だけど、欲求が階層になってるってことは共通してる感じだな。そうね。詳しいことを知るためには、もっと掘り下げて調べる必要がありそうね。レッスン3、動員低減説。この後の説明に必要だから、今では役割を終えてる説について説明するわね。それが動員低減説。動員が減ってくって説？普通に考えたら、動員は内的なものだから、満足したら減るよな。多分、イメージしてるのがちょっと違うかな。有比較の心理学辞典では、動員低減説について次のように説明されてるわ。動機づけられた行動は、周回変数である動員や欲求によって喚起され、これらの動員や欲求を満足させた反応が強められると考える。いまいちよくわからないんだぜ。動員や欲求が行動を正規させる要因になるのはわかるよね？動員と誘因の説明でも、そういうこと言ってたな。行動してみて、行動の理由になってた動員や欲求が満たされたらどうなる？同じような動員や欲求があるときに、同じ行動をしたくなるな。そういうこと。動員や欲求を低減させるような行動は、強くなるというのが動員低減説。なるほど。動員低減説が何に対する説なのかを理解すると、もっとわかりやすくなるわ。と、言いますと？有比較の心理学辞典には、動員低減説は、反応増加の理由を説明する理論と書いてあるわ。おう、それを聞いてわかった。なんで反応が増加するのかって疑問に対する答えとして、動員が低減するからって答えを出したって感じだな。この説を提唱したのは、新行動主義者の春なんだけど、動機づけの話というより、行動主義の話みたいだから、今回の話からずれてるよね。行動主義、新行動主義。また、新しい用語が出てきた。行動主義については、ちゃんと調べたら、また説明しようと思う。機会があったら、僕も調べとくぜ。この動員低減説は、有比較の心理学辞典によると、特に回避行動の説明においてその難点が指摘され、1960年代までにその役割を終えているそうよ。役割を終えた動員低減説が、これから説明することに必要なのか？そうなのよね。レッスン5、内発的動機づけと外発的動機づけ。動機づけは、内発的動機づけと外発的動機づけに分けられるみたい。
内と外。動員と誘引の話か？はっきり書いてあるわけじゃないけど、関係してると思う。有比較の心理学辞典によると、内発的動機づけは動員低減説への反論として導入されたみたい。この説明のために、動員低減説が必要だったんだな。そういうこと。心理学検定基本キーワード改訂版によると、内発的動機づけは、自発的に行動し、行動それ自体が目的になる意欲のことで、自分の興味や関心に基づいて生じるものらしいわ。動員によるものって感じがする説明だな。動員低減説への反論だから、動員の話って考えてもいいのかもしれないわね。その反論は、どんなものだったんだぜ？詳しいことは見つからなかったけど、生態をどう捉えるかが全く違うみたい。有比較の心理学辞典によると、動員低減説は、生態を、不都合な状態、不快な緊張状態としての動員が生じない限り、自ら進んで行動したり学習したりしない、としてて、内発的動機づけは、生態を、本来活動的で、絶えず環境と相互交渉しつつ、自らの有能さを追求していく存在と考えたみたい。正反対な捉え方だな。なんとなくだけど、人は勝手に行動してくイメージがあるから、内発的動機づけの方がしっくりくる気がする。そんな感じがするよね。内発的動機づけという用語で気をつけなきゃいけないこともあるみたい。どんなこと？有比較の心理学辞典には、次のように説明されてるわ。内発的という命名は、一見、生体を行動や学習へと動機づける力が、生体の内部のみにあるという印象を与えがちだが、実際は、生体の持つ認知構造とそれを取り巻く外界との相互作用によって生じるものである。外界との相互作用が重要だから、外発的動機づけも出てくる感じなのか？そんな気もするけど、それについては何も書いてないのよね。有比較の心理学辞典に外発的動機づけが載ってないのも気になるし。そうなのか。外発的動機づけは、心理学検定基本キーワード改訂版には載ってて、義務や懲罰、強制などで引き起こされる意欲のことって書いてあるわ。やっぱり、誘引みたいなイメージだな。外発的動機づけの説明にも問題があって、有比較の心理学にはまた違ったことが書いてあるの。人にやる気を起こさせるのに、外から誘引となる報酬を与えて動機づける方法を、外発的動機づけという。しっかりと誘引って書いてあるのか。でも、有比較の心理学だと、動機づける方法で、心理学検定基本キーワード改訂版だと、意欲のこと。なんか曖昧な感じだな。そうなのよね。心理学のこういう曖昧さには原因があるんだよな。そうね。目に見えないものを研究するために、試行錯誤してきた結果って感じだけどね。それについては、別の機会に確認しよう。内発的動機づけと外発的動機づけって考え方だと、内発的動機づけによる行動は、勝手にやってくような行動で、外発的動機づけによる行動は、何らかの条件が揃うことによる行動って感じだな。そういうことだと思う。ということは、例えば、何らかの報酬のために何かをやってたとしたら、その報酬がもらえないならやらないってことか？外発的動機づけはそういうもので、ご褒美がもらえるなら勉強するけど、もらえないなら勉強しないってことが起こるみたい。場合によっては問題になりそうだな。そうよね。でも、ご褒美がもらえるから勉強してたけど、勉強自体が楽しくなるってこともあるみたいで、そうなったら、内発的動機づけだから、ご褒美は関係なくなるみたい。その逆のパターン、内発的動機づけの行動に、ご褒美をあげたらどうなるんだぜ？それはちょっと問題があるみたい。レッスン5、アンダーマイニング効果と過剰な正当化効果。内発的動機づけがある状態で、外発的動機づけを付け加えたらどうなるんだぜ？それに関しては、アンダーマイニング効果とか、過剰な正当化効果と呼ばれるものがあるわ。アンダーマイニング効果と、過剰な正当化効果？別々のものがあるんじゃなくて、同じ効果を別の名前で呼んでるみたい。最初に言われたのは過剰な正当化効果。心理学研究に掲載されてる提供未課題への内発的動機づけに及ぼす、報酬の与え方の効果、という論文には、多くの研究者たちが、興味ある課題を行うことに対して鮮明な外的報酬を与えると、その後のその課題に対する内発的動機づけが低減すると報告している、と書いてあるわ。内発的動機づけが低減するのは問題だな。その論文によると、レッパーらが、この有害効果を自己知覚理論の帰属過程によって説明し、過正当化効果、オーバージャスティフィケーションエフェクトと呼んだみたい。過正当化効果？日本語訳の問題で、有比較の心理学辞典では、過剰な正当化効果になってる。だから、ここでは過剰な正当化効果って呼ぶことにするわね。
なるほど。有比較の心理学辞典によると、本来行動そのものが報酬であったにもかかわらず、それに対して外的な報酬を与えることによって、その行動が外的な報酬を得るための手段とみなされるようになる、ということが起こるらしいわ。趣味を仕事にすると、楽しめなくなることがあるのは、過剰な正当化効果のせいってことか。多分、そういうことじゃないかしら。ちなみに、心理学検定基本キーワード改訂版には、同じレッパーらの研究を引用して、アンダーマイニング効果として説明してるわ。本当に同じ効果のことみたいだな。私たちというより、子供と関わるような人にとって大事なことな気がするわね。心理学検定基本キーワード改訂版には、学習者の内発的動機づけを高めるための方法が書いてあるわ。どんな方法なんだぜ？現在の学習が将来の役に立つっていう、内発的利用価値を含んだメッセージを伝えることが有効だそうよ。ただ、お金持ちになれるとかの外発的利用価値を認知してるくらいの段階では、お金持ちになりたい理由を問いかけるのが大事みたい。そう問いかけるとどうなるんだぜ？そう問いかけて、より本質的な内発的利用価値を意識させて、基本的な心理的欲求を満たすように促すといいみたい。なるほど。お金持ちになりたい理由が、課金したいでもいいんだぜ。それは基本的な心理的欲求とは違いそうね。多分、なぜ課金したいのかを聞くといいんじゃないかしら？そうやって、基本的な心理的欲求を見つけるということだな。おそらくそうだと思う。ただ、質問攻めにしないように気をつける必要はありそうね。博士も、質問攻めにされて嫌になったって言ってたことがあるしな。そうね。すごく簡単にまとめると、内発的動機づけが大事ってことだな。ところで、僕たちが心理学を学んでるのは、内発的動機づけ？外発的動機づけ？博士が残したコンピュータにアクセスするためだから、外発的動機づけかしら？そんな感じがするな。動機づけの完全なシステムではないけど、博士が動機づけのシステムを入れてくれたから、こうやって心理学を学んでるんだろうな。きっとそうね。博士に感謝しないとね。今回の動機づけの話はこれでおしまい。あまちゃん、ありがとう。これで、少し人の心に近づけたかな？そうだといいわね。あまちゃんとすさくんが人の心を手に入れられるように、チャンネル登録、高評価、コメントなどで応援してくれると嬉しいです。今回の知識を定着させるために、スリープモードに入ります。